さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことを分かりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん最近はいかがお過ごしですか？年末が近くなってきてお仕事や年末年始の準備とかで忙しい人も多いかなと思います。寒いので風邪をひかないように気をつけていきましょう。早速なんですが、今回は日本のサラリーマンと OL というテーマでお話ししていきます。サラリーマンと OL という言葉を聞いたことはありますか？サラリーマンは会社で働く男性のことで、OL は会社で働く女性を指します。あまり聞き慣れないかもしれないですが、日本では一般的に使われる言葉になっています。皆さんは日本で働く人についてどんな印象がありますか？朝早くから夜遅くまで働いたり、飲み会があったりして大変そうだなと思ったりしますか？日本の会社で働く人たちの生活や日本人の働き方は皆さんの国と少し違うところがあります。私も日本で数年働いてきて、その中でこれは日本ならではと思うことがたくさんありました。これはいい制度だなとか、働きやすいと思うこともあれば、ここはちょっと大変だなと感じることもありました。なので、今日はそういった話をいろいろとしたいなと思っていて、日本のサラリーマンや OL について皆さんにちょっとでも知ってもらえたら嬉しいです。まず、サラリーマンと OL について、その言葉の意味や由来、そして歴史について簡単にお話ししますね。先ほども少し説明しましたが、サラリーマンは会社で働く男性のことを言います。毎日スーツを着てオフィスで仕事をするイメージがあります。サラリーマンという言葉はサラリーという英語から来ています。サラリーは給料の意味ですね。だからサラリーマンは給料をもらって働く人という意味になります。OL は会社で働く女性のことを指します。OL はオフィスレイディという英語から来た言葉です。どちらの言葉も英語みたいな感じですが、実は英語を話す国ではあまり使われていない日本特有の言葉なんですよね。そしてサラリーマンっていう言葉は1920年代くらいに使われるようになりました。それから戦後の日本では経済がどんどん発展して、その中で会社で働く人たちが増えてきました。それによってサラリーマン文化も発展していきました。この頃は男性が会社に勤めて家族を支え、女性は主に家庭を守るという役割分担が一般的でした。でも時代が進むにつれて女性もどんどん仕事をするようになり、オフィスで働く女性が増えてきて、その人たちを表す言葉として1950年代に OL という言葉が使われるようになりました。今では男性女性どちらに対しても会社員という言葉がよく使われます。それでもサラリーマンや OL という言葉は日常会話やテレビ、新聞などでよく使われています。次はサラリーマンや OL がどんな一日を過ごしているかについてお話しします。ここでは朝から夜までの一般的なスケジュールを紹介しますね。まず朝は多くの人は電車やバスを使って通勤します。特に東京や大阪といった大都市ではそういう人が多いんですが、朝の電車はとても混んでいます。満員電車っていうたくさんの人がぎゅうぎゅうに乗った電車で通勤するのはストレスになりやすいです。田舎の方に行くと車で通勤する人が多いし、職場が近い人は自転車や徒歩で通勤する人もいます。会社に着いたらまず朝礼がある会社が多いです。これはみんなで集まってその日の予定を確認したり、情報を共有したりする時間です。その後は各自の仕事を始めます。
例えば、パソコンで資料を作るデスクワークをする人もいれば、同僚や上司と打ち合わせをしたり、取引先と会議をする人もいます。お昼になると昼休みの時間があります。多くの人はこの時間に同僚と一緒にランチを楽しみます。選択肢はいろいろあって、例えば会社の近くにあるお店に行って外食を楽しんだり、時間がない人や節約したい人はコンビニに行ったり、お弁当を家から持ってくる人も多いです。他には社員食堂で食べる人もいます。社員食堂は会社の中にある社員専用の食堂のことで、一部の会社にしかありませんが、ここでは昼食を安く食べられます。午後になるとコーヒーやエナジードリンクを飲みながら仕事をします。そして夕方の退勤時間になってもまだ仕事をする人が多いです。なぜかというと、日本の会社では残業をすることが一般的だからです。残業は仕事が終わらなくて定時の後も働くことです。仕事が終わった後は同僚や上司と一緒に飲みに行く人も多いです。これは飲みニケーションと呼ばれていて、飲みながら交流を深める時間とされています。居酒屋で料理を食べたり、お酒を飲んだり、カラオケに行くこともあります。最近では家に早く帰りたいという人も増えてきました。なので、仕事の後に飲みに行かないで、家で家族と過ごしたり、自分の趣味の時間を楽しむ人も多いです。サラリーマンや OL の一日はどうでしたか？皆さんの国との違いはありましたか？次は日本人の働き方についていくつか特徴をお話ししますね。まず、長時間労働についてです。日本では働く時間が長いとよく言われていて、朝早く会社に行って夜遅くまで仕事をする人が多いです。特にプロジェクトの締め切りが近い時や忙しい時期には残業時間が長くなって家に帰る時間が遅くなることがあります。また、長い休みを取るのが難しい会社もあります。例えば、夏休みが数日しかない場合や何日も連続して休むと会社や同僚に迷惑をかけると考えて休みを積極的に取らない人も多いです。でも最近ではワークライフバランスを大事にする会社も増えています。次に服装についてです。日本の会社では服装にルールがある会社が多いです。多くのサラリーマンはスーツを着て働きます。スーツは黒やグレー、ネイビーのシンプルな色が多いです。あとはネクタイと革靴を身につけるのも一般的です。夏にはクールビズという軽装が許されることもあって、この時はネクタイを外したり、ジャケットを着ないでも大丈夫です。OL も同じようにスーツを着たり、オフィスカジュアルって言われるビジネスシーンに適したちょっとカジュアルできれいめな服装を着るのが一般的です。次は礼儀やマナーについてです。日本では職場での礼儀やマナーがとても重要です。例えば、上司や取引先には敬語を使います。電話やメールでも丁寧な言葉を選ぶのがマナーです。また、取引先に訪問するときは手土産を用意したり、出張や旅行に行ったときは職場の人にお土産を買ってくることがよくあります。次は日本特有の会社文化についてお話ししますね。日本の会社では年功序列や終身雇用という制度があります。年功序列とは年齢や会社で働いた年数が長い人が優先される仕組みです。例えば、若い人よりも年上の人の方が上の役職に就きやすいし、同じ仕事をしていても給料が高い傾向があります。終身雇用とは、一つの会社で定年退職までずっと働き続ける仕組みです。昔は一つの会社で働き続けるのが当たり前と言われていたので、こういった制度がまだ残っているんです。最近は転職する人も増えてきて、年功序列や
終身雇用の制度は変わりつつあります。日本の会社ではいろいろな社内イベントがあるのも特徴の一つです。例えば忘年会や新年会は年末や年始に行われる飲み会です。忘年会では1年間仕事お疲れ様でしたと言い合いながらお酒や食事を楽しみます。新年会は今年も頑張りましょうという意味を込めて開催されます。歓迎会や送別会もよく行われます。歓迎会は新しい社員や移動してきた人を迎えるためのイベントで、みんなで歓迎の気持ちを伝えます。送別会は退職する人や移動する人を送り出すためのイベントです。社員旅行も日本の会社ならではのイベントかなと思います。社員旅行では社員や社員の家族みんなで温泉に行ったり観光地を訪れたりします。会社が旅行費用の一部を負担してくれることもあるので、安く楽しめることと仕事の話を忘れてリラックスできる時間として人気があります。最後に最近の変化についてお話ししますね。日本のサラリーマンや OL の働き方は時代とともに少しずつ変わっています。特に最近は新しい働き方が増えてきました。例えばリモートワークの広がりです。皆さんの国でも同じだったのかなと思いますが、日本でもコロナウイルスの影響で在宅勤務が急速に広がりました。会社に行かずに自宅でパソコンを使って仕事をするスタイルです。リモートワークだと通勤が必要ないので時間が節約できたり、家でリラックスした環境で仕事ができたりっていうメリットがあります。なのでこの働き方を好む日本人はたくさんいて、この制度を積極的に取り入れている会社も多くあります。また日本では働き方改革という政策が進められています。これは働きすぎを防いでもっと働きやすい環境を作るための取り組みです。例えばフレックスタイムという制度があります。フレックスタイムでは決まった時間に出勤するのではなくて、自分で働く時間を選べることが多いです。朝遅く始めて夜遅くまで働く人もいれば、朝早く働いて早く帰る人もいます。また残業を減らすための取り組みも行われています。例えば会社が定時退社日を作ることがあります。この日は社員全員が定時に仕事を終わらせて帰ることが求められます。最近だと日本の一部の会社では週休3日制を試しているところもあります。日本の会社は週休2日が一般的なんですが、これは1週間のうち3日間休める働き方です。例えば月曜日から木曜日まで働いて、金曜日から日曜日まで休むとか、月曜、火曜、木曜、金曜に働いて他の日は休むとかです。この制度がある会社はまだごく一部なので、これからどんどん増えてくるといいなと個人的には思っています。他には最近ではテクノロジーを使った働き方も広がっています。例えば AI、人工知能やロボットが仕事を手伝ってくれることがあります。お客さんからの質問に自動で24時間いつでも対応してくれるチャットボットを導入したり、人間の代わりにロボットがオフィスを掃除してくれたり、AI を使ってデータ入力を自動化したりしています。これによって時間がかかる作業を短くして、働く人の負担を減らしたり、作業の効率化を図ることができるようになっています。また、社員の健康や幸せを大切にする会社も増えています。例えば、オフィスに仮眠スペースを作ったり、ヨガやスポーツのクラスを会社が提供したりしています。ストレスや悩みについて相談できるカウンセリングを受けられるサービスを提供したりしている会社もあるようです。このように会社は社員が気持ちよく働ける環境を作ることに力を入れています。
今回は日本のサラリーマンと OL の働き方についてお話ししてきましたが、いかがでしたか？日本の会社で働く人たちのいろいろな特徴を紹介しました。上司や先輩、取引先に対する礼儀やマナーは日本らしい特徴だと思いますし、飲み会や残業が多いのも日本の会社の特徴です。これらの習慣はちょっと大変そうに見えるかもしれませんが、面白い部分や楽しいこともたくさんあるということが伝わったら嬉しいです。最近はリモートワークや働き方改革といった新しい変化も起きています。これまでのスタイルが変わりつつあり、これからもっといろんな人にとって働きやすい環境になったらいいなと私は思っています。皆さん、日本の働き方に少し興味を持っていただけましたか？これをきっかけに日本の文化や習慣についてもっと知りたいと思ってくれたら嬉しいです。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。